ゴミ？俺はゴミ？大統領にゴミと呼ばれていいの？ちょっとショックですね。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。アメリカの大統領選挙まで1週間切りました。最近のニュースの中でいろいろあるんですが、昨日の夜、バイデン大統領の発言にびっくりした。私も含めてびっくりしたアメリカ人は少なくはいません。ゴミと呼ばれました。The only garbage I see floating out there is his supporters. ちょっと背景があるので説明させてください。トランプ元大統領がマジソンスクエアガーデンで週末に演説した大きな巨大なイベント、ニューヨーク真っ青のブルーの民主党のところのど真ん中にトランプを演説するということが決まった時点から左寄りの人たちの発言、そしてマスゴミの発言が特にひどかったんですよね。1930年代に同じマジソンスクエアガーデンでヒトラーのイベント演説もあったように、それ真似しようとしているトランプ、ヒトラー、ナチスの集まり、ファシストという話が繰り返し、1週間、2週間ぐらい前からずっとこのイベントに対してはあった。マスゴミと民主党のウォルズとハリス。で、実際にそのイベントが当日になって、トランプ大統領は舞台に上がる数時間前にコメディアンの方が出てきたんですよ。いろいろアメリカ的なきついジョークをするようなコメディアンが自分をジョークした中でアメリカの自治領のあるプエルトリコのことをちょっときつい発言してジョークにしたんです。ゴミというゴミの島だっていうような言い方だったのは、それを聞いて、あんまり面白くないな、ちょっときついなと思ってた共和党の人もいたし、その中にいた人もいたし、でもね、左寄りのマスゴミと民主党がノンストップでプエルトリコをバカにしようとしている、もうトランプ寄りの人たちがひどいというのを大騒ぎになった中で、プエルトリコの代表の方が出てきて、トランプ寄りです。その後でも。その演説の後もプエルトリコの人たちにインタビューもいた CNN などのマスゴミがどう思いましたか、こんなひどい発言だし。いや別にジョークはジョークじゃないですか、コメディアンと。大したことにしてないプエルトリコの人とプエルトリコ人自体が誰も何もしてないのに、マスゴミとハリスとバイデンがお騒ぎしているんですよね。はい、大統領が言った後、もちろんパニックになりました。ホワイトハウス側が。カマラ・ハリスの周りの人たちも、まさかっていうことになったんですよね。それでまたね、マスゴミらしい汚いこととホワイトハウスの人。それね、うまく編集しようとしたんですよね。いや、そういう言い方してない。でも明らかに間違いなくもう残ってるから言ってることは間違いないです。それをカバーアップしよう、カバーをしようとしているマスゴミ。汚いんですよ。本当に汚いんです。コメディアンが言ったわずかの、あんまりね、好きじゃない、もしかしたら言わない方が良かったかなというジョークに対して、なんだこれと偉くなって、大きいことしようとするマスゴミ。アメリカの人口の半分はゴミだよ。嘆かわしい。アメリカの人口半分呼ばれても何もしようとしない。どっちかといえば、言い訳を作ろうとするマスゴミ。これ本当に全く信用できないですよ。コメディアンが言って、ちょっときついな、耳にちょっと痛いなというジョークと、大統領が言ったことと、随分大きな違いがあるんじゃないでしょうか。アメリカ人の人口の半分はゴミだよ。とはっきり言う大統領って、どっちがひどいと思う？昨日の夜にハリスが議事堂からわずかのところにあったトランプがその1月6日ほぼ4年前に立ってたところでハリスが立って演説している時と同時に本当にある意味ではわざとらしくてバイデン大統領がラテン系の人たちとのズームか何かのミーティング中にゴミってあるのはトランプとトランプの支持者だけ。ちょうどカマラ・ハリスは
仲良くしよう。これからのこの世の中は平和になるとかっていうアピールしながら邪魔したバイデン。ある意味ではね、面白いのはわざとらしいところがあるのか。バイデンがまだ怒ってて、ハリスに全然頼まれてないらしいんですよね。こう一緒に回ろうとか、ちょっとこう演説の時に出てきてとか、バイデンが忘れられてる。バイデンが隠れてる。あんまり出てこない。ハリスのスケジュールにもバイデンの演説とかは一切ありません。一生懸命バイデンからちょっと隠れよう、ちょっと離れようとしているハリスに、なんかね、わざとらしいっていうところあるんだけど、そのタイミングでそういうことを言う大統領。過去にも面白い例もあります。ヒラリー・クリントン。昔の大統領選の時にこういう発言もしました。You can put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. 嘆かわしい。右寄りの人たちが嘆かわしい。アメリカの人口半分、約 50% の人たちに対してそういう言い方をしたクリントン。結局大統領が以前ヒラリー・クリントンと全く同じくえらいバカな発言を。どんなにトランプのこと好きじゃない、トランプのこれからはね、トランプになったらこうだ、ああだって候補者同士で言っても、今度大統領がアメリカの人口の半分を脅してゴミ、嘆かわしいとかってそういう言い方をする。特にみんなの前で選ばれた後立って、アメリカの右と左はあるんじゃなくて、一つの国だと一つにしましょうとか強くこう宣伝してきた大統領がそういう発言していいのよ。日本でも、俺はニュース見てないんだけど、どうでしょうか。またトランプ大統領の演説で、ひどい、また差別的な表現があったことだが報道されてるのでしょうか。おそらくそうなのかな。もうまっすぐゴミだよね。信用できないよね。普通に、普通に報道してくださいって言おうとしたんだけど、言っても意味が聞かないよね。意味がないって。違うところからニュース取りましょう。他のところはね、見てみましょう。見せられてることじゃなくて、自分からちょっとだけでも他のところからリサーチしようとすれば、事実。どんだけ言われてることが違うのか。どんだけみんな金で腐ったのか。どんだけ今の政治家って偉いエリートと言われてる人たちができないのか。能力がないのか。俺たちに嘘をつけてるのか、わざと。見えてくるところがいっぱいあると思いますね。どう見ても、誰から見ても、今のマスゴミの報道の仕方はフェアではないです。明らかに洗脳期間。自分たちのこの内容、自分たちが伝えたいことしか言わない。それをね、見てる人たちに分かってほしい。正しいと限りないんですよね。どちらかといえば正直に残念ながら、本当にこの言い方はひどいんだけど、全く信用してはダメ。という前提から見た方がいいんじゃないでしょうか。何回も繰り返して、本当に信じたくても信用したくても全く信用できないっていうことがバレてるからね。バレてるんだよ。完全に。言ってもアピールしても変わることはないので、一人一人への、この視聴者としてのアピールです。私も含めて、今まで見てきたマスコミ、テレビでしか流れない新聞とか昔からあったようなところからニュースを取るんじゃない。それも見ればいいと思うんで、一つとして。で、あと他のところで見て事実を探しましょう。それで自分たち一人一人で判断しましょう。その方がいいんじゃないかと思いますね。もう日本の選挙が終わったと、10月27日に終わったんですが、一つはね、ショッキングだったのは日本の投票率ですか。今までのワースト3、最悪の投票率だったということは、アメリカは今回は違いますよ。ベストの方に行くように、私はもう期日前、投票もしました。約1週間前ですね。もしました。アメリカ人はああいう風に動いてる人がものすごく多いです。もう投票しなきゃという動きが強いので、日本人も文句言いたいなら、後でこうだ、あだ、この政権のこうだ、あだとかって言いたいなら投票しなきゃダメだよ。俺はそう思いますが、投票、また次の投票の時に、自分だけじゃなくて自分の周りの友達と一緒に、5人、6人、10人でも、で、一緒に行って、
国民のその権利が非常に大事なものなので、大切にしましょう。スティーブ適点のスティーブと言います。よろしかったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、Twitter X 頑張ってやってます。もっともっと頑張りたいと思うので、応援の方をよろしくお願いします。Facebook と Instagram も、@StevePOB なので、フォローの方をよろしくお願いいたします。アメリカの選挙日に、その夜、11月5日火曜日の夜、こちらからライブ、テキサスからライブします。日本時間6日の午前かな、お昼ぐらいから、またアップデートしますが、ライブ配信。その時にスペシャルゲストも出ます。まず決まったのは、警察のゆりさんも出ます。そして、頼むぜ、エリタ、君も出る予定です。いろいろ、またアメリカの選挙とその日に、そして、これからアメリカと日本のためのもっと明るい時代を迎えたいと思っております。大統領レベルからゴミと呼ばれて、なんかね、変にプライドがあるな。ある意味では。ゴミの俺と周りのゴミ臭い人たちと投票しよう。もうしたんだけど、勝つしかないと思いますね。はい。よろしくお願いします。日々前進前向きにやっていきましょうね。また次回まで。バイバーイ。